皆さんはセブ島に行ったことがあるでしょうか。フィリピンのちょうど中心部に浮かんでいて、300万人以上の人が住む発展した島です。日本人にとってはおそらくダイビングが有名で、ウミガメやジンベエザメと泳げるツアーなんかもあったりします。一方でフィリピンは治安が悪く、注意しないといけない場面も多くありますね。今回はそんなセブ島のリアルをお届けしたいと思います。はい、どうもこんです。ということで、今回はフィリピンのセブにやってきました。フィリピン自体は来たことは何回かあるんですが、今回は初めてのセブ、そしてサンボワンガを回っていきますので、しっかりとリポートしていきたいと思います。で現在、マクタンセブ空港というところにいるんですが、現在の時刻がもう0時過ぎということで、とりあえずね、ホテルに向かっていきたいと思います。で基本的にそのフィリピンっていうのはもう日本よりもだいぶ治安は悪くて、で特にこの夜間ね、歩くことは推奨されていないので気をつけていきたいと思います。今空港をね出たとこなんですけど、もう熱気がねすごいですね。でフィリピンはね配車アプリのグラブが使えるということで、グラブをね呼んで、ホテルに向かっていきたいと思います。基本的にねタクシーはボラれる可能性もあるんで、初心者の方とかにも、基本的にはアプリを使うのがおすすめですね。自分のタクシーもおそらくどれかなんですけど、ちょっとね暗くて分かんないですね。自分のは向かい側に止まってるやつっぽいですね。はい、ということでホテル到着しました。いやなんかねドライバーの方が酔ってるのか眠たいのかどっちか分かんないんですけど、ずっとね道を10キロ20キロぐらいで走ってて、しかもフラフラで中央線切ったりもねしてたんで、結構ヒヤヒヤでしたけど、なんとか到着ですね。ということで今回は、タンコールレジデンシャルスーツっていうね、ホテルに泊まってるんですが、紹介していきたいと思います。入ってくるとこんな感じですね。今回泊まるホテルね結構広くてだいぶいい感じです。しっかりと冷蔵庫キッチン、あって、でベッドルームはこっちですね。ベッドルーム側から撮るとこんな感じ。いやめちゃくちゃね広くていいですね。そしてバスルームはこんな感じですね。清潔感のある、シャワールームになってます。いやということでようやく到着しましたね。現在ねもう深夜の2時なんですけど、さすがにねちょっとお腹空きすぎてるんで、今から近くにあるねセブンイレブンの方に行ってきたいと思います。ただセブンもねここから車で3分って書いてるんで、そこそこ遠いかも歩いて行ったら多分10分ぐらいかかる距離ですね。行ってみたいと思います。基本的にフィリピンって深夜歩くのってめちゃくちゃ危ないんですけど、多分ここら辺だったら大丈夫なはず。あんまりおすすめはしませんはい、ということで行ってきます。さあということで深夜のセブですね。ここら辺はね建物が少ないんで、人はね当然いないんですけど、ただ意外とね街灯とかはあって、しっかりとね道が明るいのは結構安心できますね。ただ基本的にはねフィリピンって治安はね結構悪いんで、真夜中こうやってね一人で歩くのは絶対おすすめしませんね。で自分も今ね、一応防犯対策として持ってきているのはこのカメラと、あとお札を、数枚持ってるだけですね。カードとか持ってきてるお金の大半は、ホテルに置いてきてます。いやー徒歩7分ってさ全然大した距離じゃないんですけど、真夜中でもねフィリピンってやっぱめちゃくちゃ暑いんで結構大変ですね。暑い上にジメジメしてるんでね、だいぶ汗かいてます。さあようやくある程度ね大きな通りまで出てきましたね。でここまで来るとこの時間帯でもね普通に人がいますね。めっちゃジロジロ見られますけど。ということでセブン入っていきましょう。このセブンはね24時間営業らしいんで結構重宝しそうですね。結
構飲み物は安いかな。だいたい1本100円ぐらいですね。で、こういうチップス系もだいたい100円、飲み物と同じぐらいですね。やっぱフィリピンはそこそこ物価は安いですね。行きはまだ良かったけど、往復すると汗の量がやばいはい、ということでいろいろとね買ってきました。これだけ買ってトータル279ペソなんで、750円ぐらいですかね。いや、思ってたより安かった。でですね、だいたいこのジュース類とチョコレートと、あとこれもかな、がだいたいね33ペソから38ペソなんで、どれも1個100円ぐらいですね。で、今回ね、こちら、よいしょ、肉まんですね。肉まん買ってきて、結構これでかいんですけど、これが50ペソかな。50ペソも130円ぐらいですね。で、こちらのいい感じのカップラーメン、これも50ペソなんで、130円ぐらいになります。いや、安いねフィリピンはめちゃくちゃ物価が安いです。ということで、夜食ですね。いただきます。こういう肉まん系はね、全然外れがないですね。これ130円は安いな、ほんと。ということで、明日からはね、セブ市内回っていくんですけど、セブって言ったらダイビングが有名なんですけど、多分ね、そういうのを映してもね、あんまり面白くないと思いますので、今回はね、セブのリアルということで、多分皆さんが行かないであろう場所をね、いろいろと散策していきたいと思います。ということで、また明日。おはようございます。ということで、セブデイ2ですね。今日はですね、とりあえずまだね、フィリピンペソを持ってないんで、今から両替に行きます。で、両替に行った後、いろいろね、セブのローカルなとこを歩いていく感じですね。基本的にフィリピンはね、もう年中めちゃくちゃ暑いんで、さっきまでね雨降ってたんですけど、今日も32度まで上がってて、めちゃくちゃ暑いですね。いやー、歩いていこうと思ったんですけど、さすがに暑すぎる。どっかでタクシー捕まえて行こうと思います。歩くとね、ここから30分ぐらいかかるんで、さすがに大変だこれはということで、昨日ねセブンイレブンに行ったと思うんですけど、そのセブンがある通りまで来ました。こんな感じで割とね広い道路ではあるんですけど、ここでねタクシーを捕まえていこうと思います。はい、ということで、こちらザ・ワークっていう、ショッピングモールにねやってきました。この建物の中にね両替屋さんがあるということで、今回はこちらで両替していきたいと思います。で、ちなみに今回はですね白タクを捕まえてみたんですけど、グラブよりだいぶ安かったですね。グラブで140ペソの場所だったんですが、68ペソで来ることができました。ただ白タクはねちゃんとメーターを使ってるかどうかっていうのを確認した方がいいですね。慣れてない人はメーターを使わずにねボルっていう手法がねあるんで。はい、ということで、両替してきたんですけど、思ったよりねレート悪すぎてちょっとびっくりしました。現在の、正式なレートですねが、1フィリピンペソが 2.67 円なんですけど、今、両替したとこは1ペソが 3.33、1万円両替して3000ペソですね。めちゃくちゃレート悪い。なのでちょっと、全部はThank you。いや、こんな感じでですね、フィリピンの人結構陽気なんで面白いですね。いや、ということで、あまりにもねレートが悪すぎてちょっとねテンション下がり気味なんですけど、今から、フィリピンの国民食とも言われるジョリビーっていうね、レストランに行っていきたいと思います。レストランというかファストフードですね。はい、こちらジョリビーですね。世界的にはねファストフードというと、マクドナルドだったり、KFC が有名なんですけど、フィリピンでは、普通にマクドよりもジョリビーの方が有名っていう、面白いですよね。はい、ということで、こちらがね今日頼んだ、スーパーミールセットですね。これで200ペソです。
普通のレートだと530円ぐらいなんですけど、さっきね両替したところレート悪かったんで、600円ぐらいになります。さあということで、いただいていきましょう。今パスタ食べたんですけど、普通にナポリタン可もなく不可もなく多分想像しうる味ですね。ファストフードなんでね、別にそんな美味しいとこはないと思うんですけど、ただやっぱりね、その暑い国なんで結構ソースが甘めっていうのは特徴的ですね。で今こちらのねハンバーグ食べてみたんですけど、これもめちゃくちゃ想像している味ですね。ファストフードなんで正直味に関してはそんなに期待しない方がいいと思います。さあそしてこちらのチキンですね。今回はスパイシーなやつ頼みました。想像してたよりだいぶスパイシーですね。東南アジアの辛いやつってやっぱ辛いですね。でもやっぱりこういうチキンはね、まずくなりようがないんで普通に美味しいです。外はかなりパリパリしてますね。ということで、これからですね、セブで結構ね有名なカルボンマーケットっていうところにね行っていきたいと思います。マーケットではあるんですけど、いわゆる観光地ではなくて、ローカルの人がね行く、だいぶでかいマーケットですね。治安がねちょっと悪いみたいなんで明るいうちに行っていきたいかなと。さあということで、カルボンマーケットの周辺にね到着しました。ここら辺はですね、いわゆるローカルの人が使っているマーケットで、観光客が、ね、来るようなとこじゃないんですけど、結構ねこういうローカルのマーケットって面白いので、散策していきたいと思います。とりあえず今外周を回ってるんですけど、ここら辺は、フルーツとか野菜とか売ってる場所ですね。いやーいいね、これぞフィリピンっていう感じがする。多分ね皆さんが想像するフィリピンってこれですよねはい、ということでこちらがねカルボンマーケットなんですけど、正直ねマーケットよりこの隣にあるここねめちゃくちゃ興味深い。なんていうかザ・フィリピンっていう感じの居住エリアが広がってますね。ちょっとこっち歩いてみようかな。だいぶ面白い。見ての通りね、全く観光地ではないんですけど、ただこの街の感じめちゃくちゃ興味深いですね。なんていうかマニラのハッピーランドに行った時と同じような感じですね。基本的にフィリピンはめちゃくちゃ暑い国なんで、男性はね半裸の方がすごい多いですね。ただハッピーランドとかと違ってなんていうか治安が悪そうっていう感じは全然しないですね。でこれ面白いよね。ハッピーランドにもあったけど、なんかねお金を入れたらゲームができるやつみたいです。これは何だろうね。さあということで奥に進んでいきましょう。当然ながらこんなところに観光客なんて一人もいないんですけど、ただやっぱ中はね面白いですよね。でここはもう海辺ということで、この先は海になっております。この先はないか。猫ちゃんがいましたね。猫ちゃんヘローいやーこれは面白いよ。フィリピン特有の街並みですね完全に。ただねめちゃくちゃ暑いんで歩くのは結構大変ですね。でちょっとだけ広い通りに来ると、ここら辺はもう全部多分お店ですね。居住エリアではなくもう両側全部お店になってます。すごい煙たくなってきた。焼き鳥屋さんか。フィリピン面白いね。なんか歩いてると本当そこら中にネカフェがありますね。
ここら辺なんだろうね、草を売ってますね。こっちはね、なんか大きい建物の中にあるんでだいぶ涼しいですね。ここら辺はお花屋さんか。なんか面白いものがあったらね買っていきたいんですけど、この建物はでも T シャツ屋さんとかありましたね東南アジア名物のパチモンショップ。建物の中ねぐるっと回ってみたんですけど、正直このでっかい建物の中はそんなに面白いものはないかな。さっき歩いてたね通りの方が面白いんで、そっちの方をちょっと散策していきましょうかね。いやーでもすごいね、こういうね細い道にもお店がね並んでるんですよね。はい、すごいね、ここ何ゲームセンターっぽいのがありますね。面白い。いやーすごいね、ここワンちゃんが現れてましたねいやーということで一通りねここら辺歩いてみたんですけど、すごいですね。なんかこういうねそのドローカルな街を歩くのが好きな人は結構おすすめかもしれないですねこれ。夜はねちょっと治安がねかなり悪くなると思うんですけど、昼間に歩く分に関しては全然大丈夫だと思います。いやということでカルボン楽しかったですね。でこのままですねそのカルボンのすぐ近くにあるコロンストリートっていうところを歩いていきたいと思います。でコロンはですねそのセブで最も治安が悪い場所って言われてて、夜はねあんまり歩かない方がいいんですけど、昼間のうちにねちょっと散策していきましょう。さあということで、コロンストリート到着したので歩いていきましょう。第一印象なんですけど、とにかく人が多いですね。めちゃくちゃ人が多い。で多分ねその治安が悪いって言われてるのは人が多いことが起因してるんでしょうね。人が多いとねどうしてもスリとかはねかなり多くなるんで、スリだけには気をつけていきましょう。でこちらですね138モールっていうのが、結構ねそのローカルの人に人気の、格安のモールということで、ちょっとねこの中入ってみたいと思います。これはね入ってきた瞬間からパチモン屋さんの匂いがしますね。こういうのとかはもう全部パチモンですよね。こういうのがいくらするかわかんないですけど2500って書いてますね。6000円ぐらいかな。めちゃくちゃ安いね。100ペソか。Thank you。いやということで、138モール行ってみたんですけど、よく東南アジアにあるパチモンモールですね。建物全体が、パチモンを売ってるようなモールになってて、そういうのが好きな人にとってはいい感じかもしれない。いやということでこのコロンストリートね、いろんな人がね治安悪い治安悪いって言ってる動画ね出してるんですけど、全然そんなことないもう普通の東南アジアですね。一般的なそのフィリピンが治安悪いって言ったらそれまでなんですけど、その他のフィリピンの地域と比べて別に特に治安が悪いっていうわけでもなさそうなんで、正直かなり肩透かしは食らった感じはありますね。これがコロンストリートのリアルですね。ということでセブ島前編いかがだったでしょうか。次回はセブ島で有名な水上スラムの動画になりますので、ぜひチャンネル登録と通知設定をしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。